こんにちは、コロです。マラソンで1キロを1秒早く走ってと言われたらどう思いますか？1秒くらいと思われてしまうかもしれませんが、その1秒が42キロだと大きな差になります。そして体重が1キロ減るごとに変わる真実と失敗しない絞り方について自分で書いたブログをもとに要点と考えを整理しました。それでは本編をどうぞ。ランナーの皆さん、体重が1キロ減ったらタイムってどれくらい縮まると思いますか？でも一方でダイエットしすぎると逆に遅くなるなんて話も聞きますよね。今回はそんなランナーの永遠のテーマともいえる体重とタイムの賢い関係についてデータと経験をもとにじっくり解説していきます。さて、いきなりですけど、この数字3分、これ多くのランナーが一度は聞いたことあるんじゃないかな。魔法の数字かもしれませんね。そうなんです。これですよ。体重が1キロ減るとフルマラソンで3分速くなる。ランニング界隈でよく囁かれるこの説、果たして本当にそうなのかって話ですよね。それにもし本当だとしてもただ体重を落とせば良いっていう、そんな単純な話なんでしょうか。そもそもね、3分ってどれくらいすごいのかっていうのを理解するために、まず1秒の重みから見ていきましょうよ。これすごいですよ。1キロあたりたったの1秒です。たった1秒ペースを上げるだけでフルマラソン全体だとなんと約42秒もタイムが縮まるんです。2秒だったらもう1分半ですよ。まさに塵も積もれば山となる。マラソンという競技で1秒がいかに大きいか、もうこれ見れば一発でわかりますよね。じゃあ、なんで体重が軽くなると速く走れるんでしょうか。ここからはその科学的な根拠をちょっとだけ難しくないように見ていきましょう。その理由の一つがこれですね。 VO2max、 最大酸素摂取量です。簡単に言うと、体がどれだけ効率よく酸素を使ってエネルギーを作れるかっていう持久力の指標みたいなもんですね。で、ここですごく大事なのが、体重が減るだけでこの数値って相対的に上がるんですよ。これどういうことかっていうと、あなたの体がもっと燃費のいいエンジンになるっていうことなんです。もっとシンプルに考えてみましょうか。もうこの言葉の通りなんですけどね。背中にダンベルを背負って走るのと手ぶらで走るの、どっちが楽ですかって話ですよ。答えは明らかですよね。軽い方が少ないエネルギーで自分の体を前に運べる。これってもう理屈とかじゃなくて物理の法則なんですよね。はい、でもですね、ここからがめちゃくちゃ大事なポイントです。なるほど、じゃあただ痩せりゃいいんだって思っちゃうのは、実は大きな罠なんです。やり方を間違えると、せっかく体重を落としたのに逆に太くなっちゃうなんていう危険があるんですよ。これよく言われるサブ3、つまり3時間切りを達成するランナーの BMI の目安です。例えば身長170センチの人だったら、かなり絞ってる人で BMI19、つまり 54.9kg とか、理想的なバランスで BMI21、60.7kg あたりが目標にされたりするんですよね。でもですよ、この数字に対して今回の話の元になっているランナーのコロさんはこう警鐘を鳴らしてるんです。この数字にとらわれすぎるのは危険ですって。これは経験から来る言葉だからすごく重みがありますよね。なぜかっていうと、無理な減量っていうのは、ほらこのスライドにあるみたいにたくさんのデメリットを引き起こすからなんですよ。パフォーマンスが落ちるし、怪我のリスクも上がる。で、何より一番怖いのが、走るために必要な使える筋肉まで失っちゃうこと。エネルギー不足でレースの後半にガクッと失速したり、免疫力が落ちてすぐ風邪ひいちゃったり、もうほんと良いこと一つもないんです。じゃあどうすればいいのか。健康的にパフォーマンスを上げる体重管理ってどうやったらできるんでしょうか。そこで注目したいのが、最近のランニングウォッチが教えてくれる体重以外の賢いデータなんです。まず見てほしいのがこの接地時間ですね。これ一歩一歩足が地面についてる時間のことです。もし体重を落としている最中にこの時間が逆に長くなってきてるとしたらどうでしょう。それって地面を力強く蹴り出す筋肉が弱ってるサインかもしれないんですよ。もう一つがこれ、上下動比。前に進む力に対してどれだけ上下にぴょんぴょん跳ねてエネルギーを無駄遣いしちゃってるかっていう数値ですね。この数値が悪くなるのも、体重は減っているのに筋力が落ちているっていうかなり危険なサインかもしれません。実際にコウさんはご自身のデータをこう語ってます。自分の上下動比は今 7.4% なんです。これを一つの基準にして5月3日のマラソンに向けて記録をつけていっています。
、こういうふうに他人と比べるんじゃなくて、自分自身の基準を持つこと、これが数字に振り回されないための鍵になるんですよね。さて、ここからはちょっと肩の力を抜いていきましょうか。多くのランナーが経験する体の自然な変化についてお話しします。これはね、特に練習を始めたばかりの人にぜひぜひ聞いてほしい内容です。これ驚くかもしれないんですけど、本格的な練習を始めると、最初の1ヶ月から3ヶ月くらい、体重がむしろ増えることって結構よくあるんですよ。いやー、これすごく不安になりますよね。痩せるために走ってるのになんでって。でも安心してください。焦る必要は全くありません。コロさんはね、こう断言してます。これは体がエネルギーを必要としている証拠。思い切って食べて大丈夫って。そりゃそうですよね。今までになかった負荷がかかってるんですから、体が燃料を欲しがるのは当たり前。ここで無理に我慢しちゃうと、かえって後でリバウンドを招いちゃうんですよ。体の変化にはこういう自然な流れがあるんです。まず、練習の負荷に体がびっくりして食欲が爆発する時期。で、次に体がその負荷にだんだん慣れてきて食欲が安定する時期。そして最後に走るための筋肉がついて体構成がちゃんと変わってきて自然に脂肪が落ちていく時期。このプロセスを信じてあげることがすごく大切なんです。さて、ここまでの話を全部踏まえて、じゃあ一番の近道って何なのか、その本質に迫っていきたいと思います。それは継続という言葉の本当の意味を理解することなんです。継続は力なり。まあ誰でも知ってる素晴らしい言葉ですよね。もちろんこれは真実です。でもランニングにおいてはこれだけだと実はちょっと足りないんです。そう、ここでコロさんが最も強調したいポイントがこれなんです。正しい継続は力なり。この正しいっていう一言、これが全てを変えます。無理な減量とかやりすぎのトレーニングは正しい継続じゃないんですよ。だから続かないし結果も出ない。自分の体とちゃんと会話しながら賢く続けること、それこそが本当の力になるんです。それでは今回の要点をサクッとまとめましょう。 1kg イコール3分には1人あるけど、それがゴールじゃない。痩せすぎは逆効果です。上下動比みたいなデータをうまく使って筋力が落ちてないかチェックする。そして体の自然な変化を信じてあげること。で、何より本当の秘訣は正しい継続にあるということでした。最後に皆さんに一つの問いを投げかけて終わりにしたいと思います。あと何キロ痩せられるかなって考えるのをやめて、こう自分に問いかけてみませんか？明日からもっと正しく練習を続けるために自分には何ができるだろうかって。その答えの先にこそきっとあなたのベストタイムが待ってるはずです。最後まで見ていただきありがとうございます。皆さんの今の悩みや目標もぜひコメント欄で教えてください。次回、やる気ブレーキとマラソン練習の関係について話します。それではまた次の動画でお会いしましょう。コロでした。